こんにちは、なおです。今回は RG ニューガンダムの制作の最終回、パーツ洗浄から完成までの工程をやっていきたいと思います。前回は表面処理を行いましたが、塗装をする前にヤスリの削りカスや、あと手の油などを落とすため必ずパーツ洗浄を行っています。こんな感じにザルに洗剤を入れて洗います。洗浄が終わったら自然乾燥でパーツを乾燥させます。以前は超音波洗浄機とか、あとドライブースも使っていたんですが、今はそういったものは使っていません。パーツが乾燥したら持ち手にパーツを取り付けて塗装の準備をします。よく乾燥させたつもりでも水が残っていたりすることがたまにあります。私はカメラを掃除するときに使うブロワーを使って水を吹き飛ばしたりしています。この RG ニューガンダムはパーツ数が多いので、まずはフレームを先に塗装します。最初にサーフェイサーを塗装するんですが、私は基本的にバラせるパーツはすべてバラしてからこの工程を行います。今回はサフと基本塗装が同時に行えるガイアノーツのメカサフスーパーヘビーを使いました。塗り残しがないように裏の方もしっかりと塗装しておきます。こんな感じでテカテカになれば OK です。乾燥時間の目安なんですが、だいたい1日以上はしっかりと自然乾燥させるようにしています。関節などの墨入れをしないパーツはこれで塗装が完了です。墨入れをするパーツはタミヤの墨入れ塗料を使って入れていきます。フレーム色が濃いめのグレーなので、今回は黒を選択しました。墨はすぐに拭き取るのではなくて、乾燥するのを待ってから拭き取ります。墨入れ塗料が乾燥したら、はみ出した余分な墨を拭き取っていきます。今回はほぼ全てのパーツに墨入れをしましたが、フレームが露出していないところは墨入れしなくてもいいと思います。はい、バッチリですね。こんな感じでいいと思います。フレームの一部は塗り分けをしたいのでマスキングを行います。手順としてはサーフェイサーを拭いて、次に塗り分けたい部分を大まかに塗装、乾燥後にその部分をマスキングして、はみ出た部分を含む全体をフレーム色で塗装します。先月購入したガラス製の肩マットなんですが、この撮影の時点ではまだ届いていなかったので使用していません。この足の動力パイプの塗り分けは定番中の定番だと思いますが、少しの手間で大きな効果が出るので毎回行っています。ちなみに塗り分け部分に使用している色はモデルカステンのグリッドグレーです。いつもはタミヤのマスキングテープを使用しているんですが、今回クレオスから新しく発売されたマスキングテープを使用してみました。このテープ、タミヤのテープに比べて曲面によくフィットする印象を受けました。なのでタミヤだとしばらくするとテープが浮いてきたりしてしまうことがあるんですが、このテープはそういったこともなくて非常に良いと思います。塗り分けが終わったらマスキングを剥がすんですが、さてうまく塗装できているんでしょうか。なかなかうまくいった方じゃないかと思います。塗り分けが終わったらこのパーツにも墨を入れていきます。墨入れをすると塗り分け部分の境目が目立たなくなるので、これも忘れずにやっておきます。フレームの墨入れが終わったら艶消しクリアでトップコートをします。フレームは艶消しなんですが、墨が艶ありなので、ここで艶を整えておきます。フレームの塗装が終わったら次に外装の塗装を行っていきます。使用する色は赤はフィニッシャーズのサーモンピンク、
黄色はバーチャロンカラーのビビットオレンジ、紺色はフィニッシャーズのスーパーディープブルーです。黄色と赤のパーツのサフには下地色を兼ねたピンクサフを使用します。紺色のパーツのサフには同じく下地色を兼ねたメカサフスーパーヘビーを使用します。ピンクサフはすでに塗装済みなので、紺色のパーツの下地になるメカサフスーパーヘビーを塗装していきます。塗装しているとどうしてもホコリがついてしまうことがあります。その場合はすぐにホコリを取ろうとせずに、一度乾燥を待ってから取り除きます。ホコリの除去には1000番のスポンジヤスリを使用します。あまり力を入れすぎずに、ホコリのついた表面を丁寧に研磨していきます。研磨が終わったら再びサフを塗装します。完全にホコリのついていない状態を確認して本塗装に入っていきます。本塗装は2度同じ色を塗るんですが、1度目を塗装した後1日以上しっかりと自然乾燥させてから2度目の塗装を行います。バーニアはメタルアイアンで塗装したいので、メカサフを塗装した後に下地にグロスブラックを塗装します。白パーツのサフにはホワイトサフとグレーサフを混ぜたライトグレーのサフを使用します。白サフだと傷を見つけるのが少し難しいのと、あと白の上に白を塗ることになるので、ちゃんと色が乗っているかっていうのが分かりづらくなってしまうんですよね。なので白サフは使用しません。サフが乾燥したらホコリや傷のチェックを行います。傷が見つかった場合はヤスリをかけて取り除いて再度サフを拭きます。傷が完全になくなったのを確認して白の塗装を開始します。シールドなどの少し大きめのパーツは色ムラになりやすいので、1箇所に塗料がかからないようにパーツやハンドピースを動かしながら塗装します。かかとの爪の塗り分けは爪周辺をピンクサフで塗装、その後ビビットオレンジで塗装した後にマスキングをします。次にメカサフで全体を塗装した後にスーパーディープブルーで塗装を行いました。白パーツへの墨入れですが、黒だとパネルラインがはっきりしすぎてしまうのでライトグレーで墨入れを行います。墨の拭き取りには綿棒を使用しているんですが、ファンネルのような細長くて平らなパーツはティッシュなどを使って拭くときれいに拭き取ることができます。フレームの乾燥が終わったらディテールアップを行っていきます。今回は頭部のバルカンとあと前腕のスラスターをメタルパーツに置き換えます。頭部のバルカンは左右がだいたい同じくらいの位置についていないとちょっと違和感があるので、ノギスで取り付け位置の奥行きを測りながら調整して取り付けていきます。メタルパーツの取り付けには瞬間接着剤を使用しました。はい、取り付け位置もこれでバッチリです。はい、続いてデカールを貼っていきたいと思います。今回はキットに付属のシールではなく、ダブルフィンファンネルセットに入っていた水転写デカールを使用します。水転写式デカールは番号ごとにはカットされていないので、こういった感じに必要なものだけカッターで切り出します。切り出したら水に何秒か浸してティッシュなどの上に置いておくと自然にデカールが台紙から剥がれてきます。貼り方ですが、台紙をパーツのところまで持っていってデカールだけスライドさせるのが一般的なんですが、私はパーツに余分な糊がついてしまったりするのが嫌なので、ピンセットで直接デカールをつまんでパーツの上に乗せています。デカールを貼る位置が決まったら余分な水分を綿棒で取り除きます。この時に綿棒を回転させながら水を押し出すようにするとデカールが破れたりするのを防ぐことができます。平らな部分であれば問題ないんですが、
コーナーの部分などはデカールがうまく貼り付かない場合があります。そういった場合は市販の糊を使用します。左右対称のパーツは同時に作業することでデカールの位置を調整しています。バズーカの方針のようなところにデカールをまっすぐ貼りたい場合はマスキングテープでガイドを作ると比較的簡単に貼ることができます。続いてトップコートをしていきたいと思います。今回艶消し仕上げにするか半艶仕上げにするか迷ったんですが、ガイアノーツのセミグロスクリアプレミアムを使って半艶仕上げにすることにしました。いつもやっている希釈の方法なんですが、新品の状態でまず同じサイズの空き瓶に半分を移します。次にそれぞれの瓶に溶剤をラベルのだいたい1センチくらい上のあたりまで入れます。これで完了です。はい、それではトップコートを吹いていきたいと思います。トップコートの塗料は色がついてない透明なのでちゃんと塗れているかっていうのがちょっと分かりにくいんですが、パーツをライトにかざしてしっかりと塗装できているか確認しながら作業を進めていきます。トップコートの際にホコリなどが乗った場合はしっかりと乾燥させてから除去作業を行います。サフの時には1000番を使用したんですが、ここでは4000番のスポンジヤスリを使用します。あまり力を入れすぎずにできるだけホコリとその周辺の部分だけを削るようにします。ホコリが軽く付着している程度であれば削り落とした後に再度トップコートを拭くだけで大丈夫なんですが、結構しっかりめにホコリの上にトップコートがかかってしまっている場合は基本色で再塗装してから再度トップコートを拭いて仕上げます。バーニアはクレオスのメタルカラーアイアンで塗装しました。乾燥した後にティッシュや綿棒などでこすると金属調の質感になります。はい、ここまでで全ての塗装が終わったので組み立ての工程を進めていきたいと思います。この RG ニューガンダムはフレームに外装を取り付けていく構造になっているのでマスターグレードをそのまま小さくした感じです。組み立ては結構楽しい作業ではあるんですが最後の仕上げなのでここでパーツを傷つけたりあと割ったりすると最悪なんでね、組み立てはいつも緊張します。普段組み立てるときはダボについた塗料をナイフで削りながら組み立てることが多いんですが、このキットは特にそういったことはしなくても組み立てることができました。最初の動画を上げたのが去年の10月だったので約3ヶ月制作にかかりました。いや結構かかりましたね。次回制作する RG サザビーではもう少し制作期間の短縮とあと動画の更新頻度を上げられるように工夫していきたいと思っています。はい、というわけで RG ニューガンダム完成いたしました。はい、それではですね、今回の制作のポイントを解説していきたいと思います。まず最初に胸部ダクトの下のパーツ、本来は紺色なんですが過渡基板風の白で塗装しました。あと足の動力パイプや関節のパーツなどをグリッドグレーで塗り分けました。前腕にあるスラスターとあと頭部のバルカンをメタルパーツに置き換えました。かかとの爪は別パーツになってなかったんですがしっかりとマスキングして塗り分けを行いました。バックパックにあるサーベルラックもグレーで塗り分けを行いました。シールドは特に手を加えていませんが裏側に市販のデカールを追加しました。バズーカのセンサー部分はオーロラシールで加色を行っています。はい、というわけで解説はここまでになります。最後にギャラリーを用意しましたのでぜひご覧ください。ギャラリーの後にはお知らせもありますのでそちらもぜひチェックしてください。I'm not gonna run to you tonight.
はい、というわけで今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。この RG ニューガンダム、この後オークションに出品する予定ですので、興味のある方はぜひ参加していただけると嬉しいです。ここまでご覧いただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。